カポからクライストチャーチに向かいます。出発の前に湖の近くにある特別なカフェに寄り道したいと思います。看板も出ていない隠れ家カフェ。ここではニュージーランド一美味しいパブロバが食べられます。アンジーおばあちゃんが代々家族に伝わる特別なレシピで作っているそうです。パブロバはメレンゲのケーキ、お祝いの日によく食べられます。ドリンク付きで25ニュージーランドドルです。ちょっとした旅の贅沢。それでは少し名残惜しいですが、クライストチャーチに出発です。クライストチャーチまでは車で約3時間のドライブになります。ガソリンを入れていたところ、とっても面白い看板がありました。給油口の位置を気にしなくていいなんて便利ですね。さあ、旅の途中で寄り道したのは街で有名なベーカリー、フェアリーベークハウスです。ここにはパイを買いに来ました。またパイと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、パイってお店によって全然味が違うんです。今回私はミーストチーズパイにしました。チーズがとろっとひき肉の中に混ざっていて、グレービーソースもとっても美味しかったです。この日はとっても暑かったのでカフェラテのアイスを頼みました。再びクライストチャーチに向けてドライブです。今の見えましたか？それではもう一度。農家の子どもたちが干し草でクリスマスツリーを作ってました。こういった景色は日本ではなかなか見られないので、とても貴重ですよね。3時間のドライブを終えてクライストチャーチのノブホテルに到着しました。クリスマスシーズンだったので、ホテルの至る所にクリスマスのデコレーションがしてあって、とっても可愛かったです。お部屋の窓からは可愛いトラムと、それから復興中の大聖堂を見ることができました。それでは地震から復興を続けるクライストチャーチの街をぶらりと歩いてみたいと思います。正面に見えているのが再建中のクライストチャーチ大聖堂です。再建には莫大な資金がかかるため、解体か再建かということで論争が国内で起きていたようですが、現在は再建が進んでいるようです。地震で多くの建物を失ったクライストチャーチ。
その空間をアートがそっと埋めているようでした。次はクライストチャーチの希望の象徴を見に行きます。話は少しそれてしまいますが、私この横断歩道の音がとっても好きなんです。ちょっと変わっていて可愛いと思いませんか？希望の象徴カードボードカセドラルに到着しました。地震で損害を受けた大聖堂の代わりに、この紙でできた教会が建てられました。柔らかい光に包まれています。カラフルなステンドグラスは心を前向きにさせてくれます。歩いてクライストチャーチの名所リージェントストリートに向かいます。パステルカラーの建物が見えてきました。この通りがリージェントストリートです。このリージェントストリートは地震後に生まれ変わった歩行者通りで、明るい色の建物が街の前向きさを感じさせてくれました。おしゃれなカフェやショップ、レストランがぎゅっと集まった場所です。一日の終わりには教会、元教会を改装したパブに行きました。メニューを開いてみると、いろいろな種類のピザが目に入ってきます。もちろんパブらしくフィッシュ&チップスやラムショルダー、それからバーガーなどもあります。デザートにはティラミスやオレオサンデーも、女性にもたまりません。ビールの種類も豊富です。キリンの氷結もありますね。ニュージーランドワインもたくさんありました。どれにするか迷ってしまいます。
悩み抜いて決めたのはローカルビールのウィルソンズのラガー、そしてノンアルコールのレモンライムビターにしました。食事はフィッシュ&チップスとグリークサラダです。クライストチャーチ、最後にやってきたのはリバーサイドマーケットです。可愛いお店がたくさんありましたが、私のお気に入りはここショッポロジー。ニュージーランド産のカシミヤのセーターやブランケットなどがたくさん置いてありました。その他にも可愛い雑貨も豊富でした。美味しそうなチーズ、お腹いっぱいじゃなければ食べたかったです。リバーサイドマーケットは人がたくさんいて、子供や親子連れも多く、とっても活気がありました。この時計おしゃれだなと見ていたら目に入ってしまいました。ジェラート助かるのだとです。幼稚はつい食べます。ついつい食べ過ぎてしまいます。まだ日も明るいですが、ホテルに戻りたいと思います。まだまだクライストチャーチを堪能していたかったんですが、明日は早朝のフライト3時起きなんです。なので今日はおとなしく寝たいと思います。はい、眠い目をこすって空港に向かっています。午前3時半、まだまだ辺りは真っ暗です。ホテルのレセプションのお姉さんに聞いたんですが、空港まではUber が確実だよということだったので、私は事前に Uber を予約しておきました。ホリデーシーズンじゃなければ、クライストチャーチからシドニーまでのフライトは早朝便しかないそうなので、空港も思ったより人がたくさんいました。出国審査のゲートに来ましたが、なんと審査ゲートは5時からしか開かないということだったので、お土産屋さんで時間を潰しました。出国審査場は結構混んでいました。時間かかったので、ゲートが5時からしか開かないんですけど、早めに来た方が良さそうです。それからデューティフリーエリアにこのアミスフィールドの RVK が売ってたので購入しました。はい、搭乗開始しました。今回はクライストチャーチ発朝の6時5分シドニー行きのカンタス航空に搭乗いたします。ようやく日が昇ってきて、空はとても綺麗です。
した。私は離着陸の時に結構耳が詰まってしまうので、必ず飴を舐めたり、あとお水をこまめに飲んだりしています。こちらが機内の様子なんですけど、この日も風が強くてかなり揺れたフライトでした。私は乗り物用意しやすいので薬を飲んでたのでセーフだったんですけど、パートナーは飲んでなかったので酔って後で大変なことになってました。修行のようなフライトも3時間半が経ち、ようやくオーストラリアの景色が見えてきました。シドニー空港に到着しました。今回の動画はここまでです。次回は魅力いっぱいのシドニーをお伝えしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。